シナリオ、蘇る鉄道の難易度達人を2年目でクリアします。累積配当総額250億円と商業経済規模700億円が短期クリアでは難しい目標になります。固定資産売却益120億円は子会社建設の立地にさえ注意すれば問題ないです。鉄道の防護柵をなしに設定します。既存の列車を撤去して売却します。既存のバスも撤去します。バスは後から使うので売却しません。セミトラクタを15台購入します。セミトラクタはボーナス車両です。プランで社員旅行を実行します。人員増強は一切行いません。銀行で融資限度額まで借り入れます。大久建設と太平洋レールを100万株購入して株主優待を受けます。行政施策で瀬本の鉄道建設時の土地価格補助を受託します。南の大学付近から線路を伸ばします。高架道路の橋脚の一部を撤去します。道路も撤去します。上池神宮前は複線化します。
中坂に単線で接続します。駅の建設予定地に仮乗工場を設置します。仮乗工場を駅に改築していきます。仮乗工場から改築することで、すぐに乗客や資源を運ぶことができます。大学前は地上駅に改築し、南駅とします。上池神宮前は地上駅1に改築し、上池神宮駅とします。遊園地前は地上駅6に改築し、瀬本駅とします。瀬本駅の隣は貨物駅に改築し、瀬本貨物ターミナルとします。貨物列車1両を中線に停車させるため、2ホームにしています。中線に停車させることで、対向車との平面交差を避けることが可能です。貿易港近くの駅は貨物駅に改築し、歌川貨物ターミナルとします。貨物列車1両を中線に停車させるため、2ホームにしています。その隣は地上駅1に改築し、歌川駅とします。マップ南西の鳴島も線路を伸ばして高知に単線で接続します。線路の敷設が終わったら資源用の倉庫を建設します。
瀬本貨物ターミナルの貨物範囲を調整します。貨物駅は貨物範囲が広いのが特徴です。水産物と農産物は瀬本貨物ターミナルに集め、貨物列車で歌川貨物ターミナルまで運びます。歌川からは資材を運んでくるため、資材置き場を設置します。歌川貨物ターミナルの貨物範囲を貿易港側に設定します。歌川貨物ターミナルと貿易港の貨物範囲の重なり合う場所に倉庫を設置します。貨物列車で運んだ資源をそのまま貿易港から輸出することが可能です。トラック輸送のために道路網とトラック駐車場を整備します。無駄な交差点は除去します。交差点はかなり時間のロスが大きいです。無駄をなくせばトラックの必要台数を減らせます。
横断歩道も時間のロスになるので道路で上書きして除去します。遊園地前に資材を運ぶためのトラック駐車場を設置します。南駅前に資材を運ぶためのトラック駐車場を設置します。上池神宮駅から阿波道タワーまでバスを1台運行させて観光ルートをつなげます。歌川駅の近くにバス停留所を設置します。バスを4台配置して高知へのバスを運行します。花川と高知からの観光客はこのバスを経由して歌川駅で鉄道に乗り換えます。そのために先ほど鳴島の鉄道を高知に接続させました。第9建設以外の株を売却します。行政施策で歌川の工業案件と南の商業案件を受託します。
歌川に資材工場を2軒建設します。貨物列車を1編成購入します。貨車は水産物4両、農作物2両、資材2両です。1台の貨物列車で瀬本、歌川間の資材輸送を担います。標準型特急列車を12編成購入します。編成長は4両です。標準型特急列車はボーナス車両です。8編成を南まで運行させ、特急上池とします。残りの4編成は鳴島で運行させ、特急鳴島とします。貨物列車は特急の合間を縫って運行させ、歌川貨物とします。資源案件を受託します。1年目の前半は資源売買益の大きい案件が多いです。時間を進めると、すぐに観光客と資源を運び始めます。子会社の建設予定地の土地を買収します。遊園地周辺と大学周辺が特に立地が良いので、子会社はここに集中して建設します。立地の良い場所に子会社を建設すれば、固定資産売却益の目標達成は容易です。上池神宮周辺はそこまで立地が良くないので、初期から持っている土地はすべて売却します。大学近くに娯楽施設の美術館を建設します。美術館は観光地になります。観光地化させることで乗客を増やして鉄道利益の向上を図ります。社員旅行のプランが終わったら、福利厚生のプランを実行します。
大学周辺に商業施設を建設します。特急の編成長は5両まで拡張します。遊園地周辺にも商業施設を建設します。資源案件は注意しないと未達成で期限を迎えて違約金を払う羽目になります。商業経済規模のクリア目標があるので、美術館以外はすべて商業子会社を建設します。特急は5両編成でも満員になります。途中でプランの運賃値上げを1回実行しました。現在の鉄道利益は月間9億円程度です。鉄道利用客が増えれば、初年度で年間100億円の鉄道利益を達成できそうです。
1年目の後半になると資源案件が少なくなるので、マップに点在する物流センターやフルフィルメントセンターに資源を運ぶようにします。同一子会社を建設する場合は、マイナスの相性を避けるため10マス以上間隔を空けます。3月16日に年間鉄道利益100億円を達成しました。年度末決算になりました。年間鉄道利益は108億円、資源利益は257億円でした。
商業経済規模は419億円なので、700億円までかなりの数の商業子会社を建設する必要があります。利益剰余金は183億円です。利益剰余金までしか配当を支払えないので、配当までに利益剰余金を250億円にする必要があります。合わせて現金も250億円確保する必要があります。年度が変わったらすべての子会社を売り出しします。子会社の売却で固定資産売却益、利益剰余金、現金の3つを確保していきます。水産物案件も少なくなったので、フルフィルメントセンターに水産物を運びます。納税金額は136億円でした。6月30日の配当支払い日直前で現金250億円を確保できなかったので第9建設株を売却します。それでも足りないので銀行から追加で借り入れします。子会社売却益で利益剰余金は250億円を確保できました。配当支払い日になったので250億円を支払います。配当利回りは 65.2% になりました。累積配当総額250億円のクリア条件を達成しました。残りの難関は商業経済規模700億円の達成です。10月1日に年間固定資産売却益120億円も達成しました。
対岸にそびえる高層ビル群が都会っぽくて良い雰囲気です。3月6日時点であと9億円です。3月15日に商業経済規模700億円を達成しました。あとは瀬本の鉄道総延長を 15km にするだけです。3月15日にすべての目標を達成しました。シナリオ、蘇る鉄道の難易度達人を2年目でクリアすることができました。2年目の鉄道利益は154億円、資源利益は34億円でした。資源利益は1年目から大幅に落ちました。
子会社はかなり売れ残りました。1年目の資源利益が少なかった時は、子会社を終盤で即時売却することで2年目クリア達成することができました。バスは歌川駅から高知に運行させていたバスの利益が1台4億円近くの利益を出していました。驚いて思わず二度見しています。特急上池は1編成11億円、特急成島は1編成9億円程度の利益を稼いでいます。今回の鉄道のダイヤです。赤い線が特急上池、黒い線が歌川貨物です。特急は35分間各、貨物はその4倍の140分間隔での運行です。特急の合間を縫って貨物を運行させています。線路は費用を抑えるために一部を単線で敷設しました。上下線で交差する箇所が多いところを複線にしています。単線区間で交差する場合は、駅ですれ違いさせるようにダイヤを調整しました。特急上池。歌川貨物。今回の短期攻略のポイントは、中坂から大学まで鉄道を伸ばして特急を運行する。鉄道とバスで神奈川、高知からも観光客を呼び込む。不要な交差点は除去してトラック輸送効率を上げる。資材を貿易港に集めて海外、中坂、高知へ資源輸出を行う。大学付近は観光地化させて鉄道利用客を増やす。立地の良い大学付近と遊園地付近に商業系子会社を集中して建設する。鉄道利益と資源売買益で2年目配当前までに利益剰余金250億円を確保する。になります。